粘土の表面を滑らかにする方法、思い通りに形を作るコツ、硬化した粘土同士をくっつける方法、細部の造形のコツ、バロンを作った人形作家が解説します。こんにちは、人形作家の奥田です。今回の動画では粘土の基本的な扱いとスパチュラを使った造形の方法を、こちらのうさぎのトルソーを実際に作りながら解説していきたいと思います。それでは早速作っていく作品のデザイン画を描いていきます。その間に作り方の手順と12個のコツとポイントをご紹介しますね。1、造形のベース作り。2、うさぎの顔を作る。3、耳と体を作る。4、表面を整える。以上の内容を実際の制作動画とともに解説していきますが、特に思い通りに形を作るコツと簡単に表面の小さなデコボコを消す方法は、僕自身粘土造形を始めてすぐに知っておきたかったと思う内容なので、ぜひ参考にしてほしいです。そして今回の動画は気になるところにスキップしてそこだけ見ていただいても大丈夫ですが、うさぎのトルソーを作っていく過程の中で12のコツとポイントを紹介していくので、初めから順番にご覧いただくとより理解しやすいと思います。さて、デザイン画ができてきました。こちらのうさぎを作っていきたいと思います。今回使用する粘土はこのラドールプレミックスです。積素粘土という種類の粘土で自然乾燥で硬化します。伸びが良く、削り磨き作業もスムーズで、僕が一番よく使っている粘土です。そしてスパチュラは開発を監修させていただいたこちらの11本セットを使っていきます。よく使う形状を厳選しているので、初心者はもちろん使いやすい1本を探している方にもおすすめのセットになっています。それでは作っていきましょう。ステップ1、造形のベース作り。では新品の粘土を開封していきます。開封したすぐは手にベトベトつくこともなく、程よい柔らかさになっていると思いますが、さらに水を加えて練っていくとより粘土が扱いやすくなります。粘土に水を足してこねていきます。ポイント1の粘土をこねる理由は、こねることで粘土が柔らかくなり質感を均一にするためです。それにより収縮が均一に行われ、ひび割れを防ぐことができます。さらにこねながら水分を調節した粘土は操作性が向上し、思い通りの形状を作りやすくなります。このような理由から作業前には粘土をこねておくことをおすすめします。こねたらのし棒を使って厚みを均一に伸ばしていきます。次にデザイン画に合わせて作っておいた芯に粘土を巻いていきます。粘土をカットするのはこの板状のスパチュラを使います。芯はこちら、スタイロフォームを削り出しました。芯を包み込める大きさに粘土をカットします。包んで指を使って粘土をなじませつつ、余分な粘土を除いていきます。カット
した端の部分の粘土が馴染んできましたが、表面はボコボコしていたりシワができてしまいます。そこでポイント2の粘土の表面を滑らかにする方法ですが、まず滑らかにしたい箇所に筆で水を足します。そしてそこに板状のスパチュラで表面を押さえるようにしてならしていきます。最後に指の腹でスパチュラの跡を消すように撫でると、このように粘土の表面を滑らかにすることができます。同じように頭のパーツも粘土を巻いていきます。すぐに使わない粘土はチャック付きポリ袋に入れておきましょう。ここから本格的に造形に入っていきます。スパチュラを使って造形していきますが、今回は冒頭で紹介したスパチュラセットに入っているものだけを使用しています。まずスパチュラの先で溝をつけて、顔と体におおよその当たりをつけます。それではポイント3、粘土を盛り付ける方法ですが、盛り付ける側のパーツに筆で水をつけて、そこに粘土を足していきます。この粘土を付け足していく作業は粘土造形をする上で何度も行いますが、粘土が柔らかい時も乾いて硬くなった時も同じように粘土をつける面には水をつけることを忘れないでください。こうすることで粘土同士が密着し、乾いた後に剥がれてくることを防ぐことができます。盛り付けた後はスパチュラを使って表面を滑らかにします。ただの丸い形状だったものに粘土を盛り足して頭の形に近づけていきます。ステップ2、うさぎの顔を作る。大体の頭の形ができてきたら、次は鼻と口部分の出っ張りを作るために粘土を持っていきます。柔らかい粘土はすぐに形が崩れてしまうことが難しいと感じている方がいるかもしれませんが、そのようなまだ全体的に粘土が柔らかい状態の時は、強く握らずに指の腹だけで粘土を支えるようにして、指でポンポンと叩くようにしながら形を整えます。顔の中心のラインや口と目の位置に当たりをつけて、この位置にパーツを造形していった時のバランスをイメージします。そして4つ目のポイント、思い通りに形を作るコツですが、それは一度に全て造形しないことです。先ほども言ったように、柔らかい粘土はすぐに形が崩れてしまいますが、だったら崩れる前に硬化させてしまえば良いのです。この粘土の特徴の一つは、硬化した粘土に柔らかい粘土を持ってもよく馴染むことです。なので、この形でとどめたいと思った時に一旦硬化させて、その後他のパーツを作っていくことをお勧めします。そしてこのうさぎのトルソーは、この状態で一度硬化させておくことがポイントです。なぜなら、このベースを硬化させないで進めていくと、造形の過程でベース自体がどんどん歪んでいくので、歪んだ上に細かい造形パーツを作っても、結果的に全体のバランスが歪んだものになってしまうからです。なので、思い通りに形を作るためには、
一度に造形せずにこまめに硬化させていくことがポイントになります。ということで、一旦硬化させたものがこちらになります。よく粘土をこねていたとしても、乾燥によって亀裂やひびが入ることがあります。今回は特に分かりやすいように熱を加えて乾燥させたので、大きな亀裂ができています。ポイント5の亀裂の直し方は、まずカッターや彫刻刀を使用して裂けている部分を大きめに切り取ります。そして大きな溝と内側とその周りに水を足します。しっかり湿らせた後に柔らかい粘土で埋めていきます。こうすることで粘土の接地面が大きくなって本体にしっかり食いつき、内部に余分な空間ができてしまうのを防ぎます。この手順で亀裂を直せば、後から削ったりするときにも問題になることはありません。造形のベースが固まったので、いよいよ細部の造形をしていきます。硬化した粘土には鉛筆で線を引くことができるので、バランスをもう一度確認します。細部の造形にはスパチュラも先端が細いものを使用します。僕はこの一方が耳かきのような形状で、もう一方が筆の先のような形状になっているスパチュラが使いやすくて、どんなものを作るときもだいたいこのスパチュラを使用しています。それではポイント6の細部の造形のコツを紹介していきます。コツは5つあります。1つ目は造形しやすい状態を作るです。まずは粘土をつける側に水を足しておいて、そこに柔らかい粘土をのせます。そして粘土の端をベースの粘土に押し伸ばすようにしてなじませます。このように造形する箇所のみに柔らかい粘土があることが造形しやすい状態であり、このようにしておくと作業がしやすいです。2つ目はスパチュラの選択です。細かな部分を作成するためには小さめで細い先端のスパチュラが適しています。作りたいものに合わせて適切なサイズと形状のスパチュラを用意しましょう。3つ目は軽く撫でるです。スパチュラの先端を軽く撫でるようにして粘土に触れ、細部のラインや模様を作成します。力を入れすぎないように注意し、繊細な作業を行いましょう。4つ目はシャープなエッジを活用するです。スパチュラのエッジを使って鋭いラインや境界を作ることができます。スパチュラを斜めに持ち、エッジを立てて使って粘土を削ったり成形したりすると効果的です。5つ目は筆で表面を整えるです。スパチュラだけで造形をしていると、粘土に水分が少ないときは粘土が角張ってきて硬い表情になったり、逆に粘土の水分が多いときは粘土の粘りでうまく造形ができないときがあります。そんなときは筆で粘土をなぞることで表面を滑らかに落ち着かせることができます。ラフに造形しても筆で表面をなぞることで周りに馴染んでうまくまとまることもよくあります。これはよく使うテクニックなので、ぜひ試してみてください。以上のコツを意識しつつ、スパチュラで成形しながら粘土を足したり引いたりして徐々にイメージに近づけていきます。ス
ステップ3、耳と体を作る。次にポイント7の針金芯を使ったパーツの作り方を解説します。人形の指や動物の尻尾、翼など造形をしていく中で細いパーツや薄いパーツを作りたい時が出てきます。粘土だけで作ろうとすると強度が足りず、硬化前に歪んでしまったり折れやすくなってしまうのですが、そんな時は針金を芯に入れることで解決します。このうさぎのトルソーでは耳のパーツに針金芯を入れて製作するので、その工程を紹介していきます。今回は 1.5mm のアルミ線を使用しています。まず耳がつく箇所に鉛筆で印をつけて、そこに針金を差し込む穴を開けます。穴開けにはピンバイスを使っていますが、粘土は切削しやすいので鉄鋼用ドリルをそのまま使うことも可能です。針金を差し込んで芯ができました。次に耳の粘土を乗せていきますが、そのまま手で伸ばすのではなく、粘土板とのし棒を使って均一な厚みを作っておくときれいに仕上がります。粘土は薄い板の状態の時にサイズを調整しておきます。耳がつく場所の周辺に水をつけておき、針金に耳の粘土をつけていきます。そしてスパチュラを使って頭と耳の粘土をなじませていきます。耳の粘土はまだ柔らかいので、力を入れすぎず軽く撫でるようにして整えていきます。耳の角度やねじり具合を調整したいときは、粘土が乾いてくる前に調整します。同じように反対側の耳も作っていきます。大体の形ができたら崩れないように一度乾燥して硬化させます。これまで解説してきたポイントやコツの合わせ技のような感じですね。ある程度硬化してきたら、耳を触らないように顔の造形で気になる場所を調節しておきます。ここからはポイント8のパーツを組み合わせて造形する方法です。シャツやジャケット、リボンを組み合わせて作っていきますが、その前にもう一度デザイン画を確認して作る順番を確認します。重なりが下になるシャツから作っていくのが良さそうですね。ということで、シャツの襟のパーツを作るために粘土を伸ばしていきます。スパチュラで長さと幅を切り出して首に当てながら調節します。粘土なので長すぎたり短すぎたらまたこねて伸ばすところからやり直せば OK です。リボンを大きめに作りたいので、シャツの襟は立っているスタイルにしようかなと思います。ボディに切り出したパーツをつけていくときも、粘土に水をつけることを忘れないようにしましょう。
このような感じでベストとジャケットも作っていきます。粘土は柔らかいので作業しているとパーツのエッジが丸くなりやすいですが、スパチュラやデザインナイフを使って角を出すとピシッとしたラインを出すことができます。次はポイント9の硬化した粘土同士をくっつける方法です。これまでに紹介した粘土をくっつける方法では扱う粘土が柔らかいものでしたが、ここでは作ってきた頭のパーツと体のパーツを合体させるので、硬化した状態の粘土を扱うことになります。今回は首ということでより安定した接合をしたいので、中にプラスチックの棒の芯を入れます。まずドリルで穴を開けてプラ棒の長さを調節しておきます。そしてここで硬化した粘土をくっつけるために使うのはこちらです。これは土ベといって粘土を多めの水で溶いたものです。粘土がペースト状になっています。これを接着剤のようにして使用します。この土ベを塗るところは彫刻刀や粗いヤスリで表面をデコボコに荒らしておくとより強度が増します。今回は芯を入れるので荒らし作業はしていませんが、芯を入れない場合はくっつける面を荒らしておくと良いです。ペースト状の土ベを隙間がなくなるように押し付けてください。スパチュラで余分な土ベを取り除き、周りに柔らかい粘土を足していきます。表面を整えて乾燥させます。表面から徐々に硬化していきますが、中にある土ベまで硬化するのには時間がかかります。途中で触ったりして折れてしまうと、頭の接着作業は初めからやり直しになるので、時間を置いてしっかり乾燥させましょう。ステップ4、表面を整える。さて、頭と体がくっついて完成が見えてきました。次はポイント10のきれいにサンディングするコツです。サンディングとは表面を削って傷や凹凸をなくす作業です。ここではこのスポンジヤスリを使います。これはスポンジにザラザラのヤスリがついているもので、特に曲面を仕上げるのに適しています。ヤスリには番手と呼ばれる粗さの段階があるので、粗いものから順番に使っていきます。今使っているのは 3M のミディアムです。細かい部分には紙ヤスリや棒ヤスリを使います。紙ヤスリは折って使ったり板に貼ったりして工夫次第で様々な使い方ができます。棒ヤスリは様々な形状がありますが、このフックのような形は細い隙間にも入り込むことができるのでとても便利です。ポイント11は簡単に表面の小さな凹凸を消す方法です。積素粘土を扱う上で一番大変な作業だと思っているのが表面処理です。特に人形など滑らかな肌を表現するときは念入りにサンディングをして小さな傷やへこみを消していくのですが、今からご紹介する方法は簡単にある程度の表面の滑らかさを作ることができます。まずヤスリがけをした後の状態は細かい粘土の粉が造形物にたくさんついている状態です。そこでこの粉を払わずにそのまま上から水を含ませた筆で表面をなぞっていきます。そうすると粘土の粉が水を吸ってパテのようなドロドロした液体になり、
それが造形の表面の傷に入り込むことで傷を埋めてくれます。プラモデル製作などで使用されるトキパテを塗っているような感覚です。この方法で傷を埋めた直後は表面が柔らかい粘土で薄く覆われているような状態なので、指で触れずにそのまま乾燥させます。そしてたまに黒い粒が表面に付着しますが、これはヤスリの粒子なので気づいたら取り除いておきましょう。さて、最後のポイント12は切削と仕上げの調整です。色素粘土は切削しやすいという特徴があるので、彫刻刀やデザインナイフで造形していく方法も有効です。柔らかい粘土を盛りながら造形するか、硬い粘土を削りながら造形するか、人によって好みが分かれますが、作る形状によっては削り出した方がうまくいくものもあります。例えばシャープなエッジを出したい箇所や溝を掘るときなどです。他にも複雑な造形物の場合、削り出しで面を出してそれをベースにして森の造形を加えていく方法もあります。今回の場合は襟のエッジやジャケットの溝、蝶ネクタイは削り出しで製作します。蝶ネクタイのように付属する要素は独立パーツとして作ることで立体感が出て、作品全体の見栄えも良くなりますし、取り外せるパーツにすることで塗装もしやすくなります。今回は最もシンプルな方法で1本のプラ棒を差し込む仕組みにしました。ドリルで穴を開けて接合部分を作ります。そしてプラ棒をカットして蝶ネクタイと組み合わせるのですが、実は硬化した粘土には瞬間接着剤が使えるので、このような異素材の組み合わせも可能になります。首元にもドリルで穴を開けて蝶ネクタイを差し込みます。こうして全てのパーツが出揃いました。この後はスパチュラとデザインナイフ、ヤスリを使って細部を整えていきます。複雑な造形の作品を作る場合、この作業に一番時間をかけているかもしれません。時間の許す限り気が済むまで調整を続けます。ついにウサギのトルソーの造形が完成しました。いかがでしょうか。ウサギは特徴がつかみやすくデフォルメもしやすいので、初心者にもおすすめのモチーフだと思います。そしてこの後、作品として完成させるためには塗装をする必要がありますが、塗装についてはまた別の動画で解説したいと思います。そしてこの動画がためになった、役に立ったという方はぜひ高評価をお願いします。もし多くの
高評価をいただけましたら、人形やフィギュア制作の解説動画をどんどん公開していきます。ここまでご覧いただきありがとうございました。今回の動画でもしわからないところがあったり、もっと詳しく説明してほしい箇所がありましたらお気軽にコメントしてください。そして今回のこのうさぎのトルソーはここで一旦完成としますが、実際には細かいところで修正したいところがたくさんあります。なんですが、今回は粘土を使って何か形を作ってみる、そしてその過程と気をつけるべきポイントを皆さんにお伝えするのが目的ですので、そこが少しでも伝わっていましたらとても嬉しいです。自分の思い描いた形が実際にこうして形になることがとても楽しいので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画内で使用した素材や道具のリンクを動画説明欄に記載していますので、よろしければご活用ください。この YouTube チャンネルでは人形の作り方の解説や耳をすませばのバロン人形のように僕の活動に関する動画を投稿しています。ご興味ありましたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。